どうも PDR さんのゴミ箱へようこそ。 PDR さんのアメコミコレクションが見たい。ちょうど今アメコミコレクションを整理している途中なんで、今日は皆さんに PDR さんのアメコミコレクションとどうやってアメコミを収納しているかをお見せしたいと思います。最後にアメコミコレクションの動画作ったの多分3年ぐらい前なんで、結構増えてると思います。で、見せる前にアメコミって何なの？という人たちのために今からちょっと説明をします。アメコミはアメリカンコミックの略で、アメリカの漫画ですね。で、アメコミにはいろんな種類がシングルイシュ、トレイドペーパー、アニュアル、オムニバス、ハードカバー、いろいろありますけど、大きく分けて2つありますね。まずはこちらはシングルイシュ、リーフ、日本ではリーフって言うんですけど、これは簡単に言えば少年ジャンプの1話分が収まってるやつです。月に1回とか2回とか、たまに2ヶ月に1回とか出ますね。そしてこちらがトレードペーパーバッグ。要するにこれは単行本ですね。だからだいたいこれが4、5冊ぐらい収まってるやつですね。じゃあアメコミコレクションも見ていきましょう。はい、PDR さんのキモいコレクションでした。今ちょっとアメコミハウスに入ってるんですけど、今から皆さんにどうやって収納してるかをお見せしたいと思います。まず、これが先ほど見せたリーフですね。で、これは、このアメコミ専用のビニールがあるんですけど、これはアメコミ屋さんで買えます。これがありまして、で、このアメコミ専用のボードがあるんですけど、これもアメコミ屋さんで買えます。これをこうやって入れて、そしてこうやって入れて、読み終わったらここに入れて、閉じて、このロングボックスっていう、このでっかい箱に入れて収納してます。で、このロングボックスは、アメコミ屋には置いてないんですけど、店員さんに聞いてみれば、もしかしたら取り寄せてもらうことができるかもしれませんね。他にもこの箱の半分ぐらいのサイズのかな、ショートボックスっていうのがありまして、これはキャラがついてるやつとかあるんですけど、それはアメコミ屋さんとかにも置いてありますし、これは一応豆魚雷の通販で買ったんで、豆魚雷に行けばもしかしたらあるかもしれませんね。ロングボックスはちょっとわからないですね。で、これはこの箱たちに入れてありまして、アルファベット順に入ってます。で、前は出版社別に分けてたんですけど、これでも結構アメコミを減らしたんですよ。減らして全部、出版社関係なく A から Z 順に並べてあって、スパイダーマンとバットマンだけはすごい多いんで、スパイダーマンは3箱ぐらいあって、バットマンは2箱ぐらいあるんで、スパイダーマンとバットマンだけは別にしてあります。価値のあるアメコミとかありますか？で、聞く人いるかちょっとわかんないんですけど、PDR さんは基本的に自分が好きなものを買ってまして、なんていうんですかね、これ買ったら10年後にすごい価値が出るみたいな感じで買ってるんじゃなくて、読みたいから、集めたいから買ってるだけなんですけど、最近手に入れたこのデアデビル、すごい価値ある、ちょっとボロいんですごい価値あるかわかんないですけど、これ60年代の終わり頃に出たデアデビルですね。スタンリーがまだストーリーを考えてた時のデアデビルですね。11、12、13、14、15、16、17。スパイダーマンが待ってるやつもありますね。あとスパイダーマン結構古いのもありますし、すごい何千万ドルとかの価値がするやつはないですけど、何千ドルとかの価値がするアメコミは多分あります、どっかに。どうも PDR さんのゴミ箱へようこそ。
動画を撮影し始めた瞬間に泣き出すとか、いじめでしょ。